お暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか？菅原です。今回はですね、トランプ大統領再選記念ということで、アメリカンサイコということになります。なんでね、トランプ大統領再選記念がアメリカンサイコなのかというとですね、この映画に出てくる、主人公ですね、パトリック・ベイトマンという人物が主人公なんですけれども、彼の憧れの人がドナルド・トランプなんですね。ドナルド・トランプに憧れているという設定が、一応あるということもあってですね、アメリカンサイコそろそろやる時が来てるんじゃないかと、季節的にも今くらいなんじゃないかということもあって、今回はアメリカンサイコということにしたいと思いました。リクエストもねたくさんある感じで、結構古い映画ですけれどもやりたいと思います。なんで主人公はねトランプに憧れているかっていうと、もう言ってみれば当時のねこのスターだったわけですよね、トランプっていうのは。当時っていうのは原作は91年に書かれたんですけれども、この当時トランプはね、このよりちょっと前ですか、トランプは不動産王で名を馳せていたわけですよね。でこの原作が書かれた当時ぐらいはテレビ番組の司会とかやったりして、そのぐらいの時期かななんていうふうに思ったりしますけれども、かつてのニューヨークってね、5番街マンハッタンっていうのはどっちかっていうと暗いイメージのある場所だったんですよね。ゴッドファーザーとかゴッドファーザー2とか見てれば、ニューヨーク出てきますけれども、ニューヨークのね闇の部分の映画なんで出てきますけれども、あの映画見てもニューヨークがすごくなんていうの、きらびやかで美しい場所というよりはどっちかっていうとこう暗黒面というか、マフィアがはびこっているし、ドラッグもたくさんあるし、売春もあるし、経済の中心ではあるけど同時になんかすごく闇の深い場所みたいなね、汚いというか、そういったイメージもある場所だったんですよね、昔のニューヨークっていうのは。それをトランプが全部変えたんですよ。5番街にトランプタワーを作ってですね、マンハッタンにトランプタワー、キラキラのトランプタワーを作って、周辺の雑居ビルみたいなものだったものを、ホテルとかも全部トランプが買い取ってキラキラの建物にこう変えて、でそのセントラルパークとかもね、整備してですね、それまでちょっとダークなイメージだったニューヨークをキラキラに変えてったんですね、トランプが。今のニューヨークはもう完全にトランプのおかげでこの摩天楼みたいなものが出来上がっていると言っても過言ではないというふうに思うんで、そういった部分でその主人公は多少憧れを持っているというか、主人公だけじゃなくて、主人公のねパトリック・ベイトマンだけじゃなくて、当時のニューヨークのこのお金持ちたちとか若者たちとか、ニューヨークだけじゃなくてアメリカとか世界のみんなの憧れの的というのがトランプだったというところが、あるんじゃないかなというふうに思います。でその一人として、この主人公もトランプに憧れていてということですよね。ということで基本情報ですね。アメリカンサイコは2000年公開ですね。だから24年前ということになりますね。監督メアリー・ハロン、脚本メアリー・ハロン、グイネビア・ターナーさんということで、この2人フェミニストということを公言しております。面白いですね。フェミニストの人がこの女性が殺されまくる映画を撮っているっていうところもね、面白いんじゃないかなと思いますね。原作はブレッド・イーストン・エリスのアメリカンサイコということですね。この原作はですね結構問題作で各国で成人指定されたということになっているわけですね。でこの主演のクリスチャン・ベールはですね、当時このアメリカンサイコにオファーが来たんだということを周囲に言ったらですね、周りの人みんなに止められたと。原作お前知らないのかと、やべえんだぞと、あんなもん出ない方が絶対にいいと、いうふうに言われたんですけれども、当時ですねクリスチャン・ベールは特にこれといった活躍もしておらずですね、売れない役者の一人ぐらいな感じだったわけですね。だから、いや主演だぞと、出るよと、いうことになって出たわけですね。するとこれがきっかけでバットマンに昇進するということがあったわけですね。出といてよかったねということですよ。当時ですねこのアメリカンサイコ、メアリー・ハロンさんが監督する前に他にもいろんな監督の名前が出てね、ザ・フライのクローネンバーグ
に監督のオファーが来たりとか、まあいろいろあったんですけれども、クローネンバーグが作ってたら全くまた別の映画になったんだろうなという感じがしますけれども、主演としてね、ディカプリオも最初出演が決まっていたんですね。ところがまあディカプリオ途中でというか、まあ企画段階でですけれども、ちょっとやっぱやめとくと、降板ということになって、そのおかげで制作費が3000万ドルから700万ドルに減ったということになって、クリスチャン・ベールのギャラなんてほぼないですから、全然無名ってわけではないですけど、まあ別にディカプリオに比べたらね、全然どなたですかっていうレベルの役者だったんで、当時ね。制作費がめちゃくちゃ安くなって、しかもその制作費のほとんどが、まあ、音楽著作権だったり、中に出てくるブランド品とかそういったものだったりね、したわけですね。音楽著作権が結構一番ネックだったということで、日本と違って向こうは一曲一曲なんか著作権がね、支払い方法が違ったりとかするっぽいですけれども、こんな映画なんでね、みんな嫌だとうちの音楽使われるのはちょっと迷惑だということで、結構音楽も使うのが大変だったらしいですね。ホイットニー・ヒューストンのね CD の話が映画の中に出てくるわけですけれども、ホイットニー・ヒューストンはいや使わないでくれというふうに言われてしまったらしいですけどね。だからこの700万ドルに制作費が減ったんですけれども、それでもほとんどが音楽著作権とかそういった部分に占められていたということですね。で、報酬は3500万ということで大黒字となりました。よかったということですね。まあディカプリオが降板したことで安くなって報酬がめちゃくちゃ3500万になったけど、まあディカプリオが出てたら多分もっといっただろうねという感じはしますけれども、そんなアメリカンサイコ、まあサイコって言っているんで心理的な要素がすごく含まれている映画なんですけれども、まあこの映画ね、ちょっと頭のやばい男が人を殺しまくるという映画で、一見すればね、なんかグロ映画とかそのなんかサイコパス映画とかそういった感じに見えるんですけれども、サイコパスとはちょっと違うんですよね、この主人公はね。まあ、タイトルは現代病と物質主義と統合失調症というタイトルにしましたけれども、まあこのあたりですね現代病、物質主義、統合失調症、ここがメインとなっているお話だということで、問題ないかなと思います。原作も読みましたけれども、原作がかなりですね、わけのわからない原作になっていて、よくこれで出版できたなっていうぐらいもう支離滅裂なんですね。ただそれも、ちゃんと理由があって、そういう全くもってこの小説の手をなしてないと言ってもいいぐらいの小説なんですけれども、その感じもね、なかなか面白かったなというふうに思いますね。僕の場合はまあ映画を見てから原作を読んでいるんで、なるほどって思いながら読めましたけれども、映画知らないで原作だけ見てたらね、これ出版するのなかなかすごいなっていうふうに思うような原作でしたよ。ということで、今回はアメリカンサイコについてお話をいたします。アメリカンサイコどんな映画かよく分かんなかったとかね、この見ている分にはね、まあいろんなアクションシーンとか殺戮シーンがたくさんあって飽きずに見ていられて楽しいと思うんですけれども、結局何だったのっていうのが分からなかった方とかはですね、ぜひ見てもらえればなというふうに思います。よろしくお願いします。さて、アメリカンサイコ、物語の舞台は1980年代後半のニューヨークということになります。映画自体は2000年に公開されたんですけれども、舞台は80年代後半ということになりますね。この当時ヤッピーというふうに呼ばれるスーパーエリートがいたんですね。ヤッピーはヤング、アーバン、プロフェッショナルの単語をつなげた造語で、若手都会派知的職業人というふうに言われたりするわけですね。まあ要するに、まあ、20代とかのこの高学歴、高収入で、まあ、もちろんホワイトカラーの若者たちですね。彼らが、まあ、この物語の主人公となってくる集団というか人物たちということになります。で、この映画はですね、物質主義消費社会というものがテーマになっているということですね。で、精神病がもちろんテーマとなっている、アメリカンサイコですからね、精神病がテーマになっているということで、同じような時期にですね、ウォール街っていう作品と、あとファイトクラブっていう作品、これらが、まあ、似たような時期に公開になっているわけですけれども、まあ、ウォール街はちょっと前ですけれども、この
ウォール街もファイトクラブもこのね2つ、ヤッピー、そして物質主義消費社会、そして精神病、これらがですね同じような感じでテーマになっているこの作品なんですね。でおそらくこういうのが続いているっていうところもですね、当時アメリカの中ではそういった雰囲気というのがあったんじゃないかなというふうに思います。やっぱなんだかんだ言ってね、当時の雰囲気が作品に現れるっていうのはあるっちゃありますよね。アメリカが結構好景気でもうイケイケどんどん的なところはあるんだけど、そこに差す影みたいなね。例えば日本も同じような時期ね、90年代とか80年代90年代って、結構ね、バブルがあってそれが弾けたけど、弾けてもまだまだ元気みたいな、そんな頃の日本の音楽って、ミリオンセラーとかがねバンバン出ていて、本当に景気の良かったあの時代の音楽って結構暗い歌が多かったですよね。今から比べると本当に内容として暗い音楽がずっと流行っていたっていう感じがあるんですけれども、そういったこの実際の景気がいいと内面としてはちょっと暗い部分が出てきてしまうとかね。で今現在は景気が悪い今現在はどっちかというと音楽とかそういったものは明るいものが増えてきている、映画とかそういったものもね、なんかコメディがすごく増えて多くなってきているっていう傾向にあるかなというふうに思ったりするんですけれども、当時のニューヨークというかアメリカはこういう精神病みたいなね、現代社会に対する警笛というか、そういった作品が好まれる傾向にあったというか、作られる傾向にあったんだろうなというふうに思います。ちなみに原作の中にはですね、映画ではカットされている部分がたくさん出てくるわけですけれども、例えばですね、ホームレスが出てきてベイトマンに殺されるシーンがあって、そこに犬が出てくるわけですけれども、あの犬の名前は原作にはちゃんとあってですね、ギズモという名前です。当然グレムリンから取っているわけですね。ギズモ、映画から取っているものっていうのはこの原作の中には結構あってですね、その辺が面白いよという感じがあります。で、電化製品は全て日本製というのも原作の中には非常に強調されて出てきますね。もう全部日本製です。携帯電話は昔はパナソニックを使ったけど今は NEC を使っているんだとか、テレビはパナソニックだとか、ビデオデッキはソニーだとか、スピーカーはなんちゃらだとか、東芝だとか、もうありとあらゆる日本製品ですよ。電化製品は全て日本製品で出てきて、その日本製品の電化製品を使っていることがもうとにかくステータス、ヤッピーの中ではステータスなんですね。日本製使ってないなんてありえなくねみたいな、そんな感じですね。で日本食ブームっていうのも出てきます。映画の中でもね、お寿司とかお箸を使って食べているみたいなシーンは出てきますけれども、結構原作の中で面白かったのは、刺身を食べながら寿司はうまいねとか言っている友人に対してですね、このベイトマンが、それは寿司じゃなくて刺身って言うんだよ、そんなことも知らねえのかみたいな、生魚だったら何でもかんでも寿司だと思うんじゃねえぞみたいなねそんなのがあったりして結構面白いなーなんて思ったりしますね。だから日本のことをどれだけ知っているかということもステータスだったりするわけですよね。情報化社会ですから、この当時、情報化社会の走りみたいな部分ですよね、世代的には。だからこの寿司と刺身の違いもわからないやつみたいなね、そういった会話が出てきたりして、その辺も面白いなというふうに思います。でベイトマンが住んでいるアパートはトム・クルーズと同じアパートだという設定になっているというところも原作にはありましたね。で、トランプのファンということですね。結構しょっちゅうトランプが出てくるわけです。出てくるっていうか、あそこにいるのトランプじゃないとか、あそこにいるのトランプがあそこにいるんじゃないのとか、映画の中でも何回かありましたけれども、原作でもしょっちゅうトランプに憧れているという描写がしょっちゅう出てくるという感じがありますね。で一番はここなんですけど、殺人の描写が非常に淡々としてるんですね。ここがこの原作のすごいところです。原作ははっきり言って本当になんだろうなこれっていうぐらい小説の体をなしてないというか、読んでて自分が何を今読んでるのか分かんなくなってくるような、この打分というかなんていうの、そんな感じなんですよ。それは一応なんていうの、ベイトマンが書いているというか、ベイトマンの頭の中が全部そのまま文字になっていると、頭の中ってわけじゃないんだけど、ベイトマンの一人称で全部書かれてるわけですね。だからベイトマンが変なことを考えているというか、支離滅裂なことを考えてたらそのまんまそれが文章になっているみたいな、小説なので、本当にね、ベイトマンなんつうの、文章があっち行ったりこっち行ったりよく分かんなくなるわけですね。さっきまで殺人の描写をしていたと思ったら、その次のシーン
次の章では急にそうなんつう音楽について何ページにもわたってすごく詳細に音楽、ね、CD この CD はなんちゃらかんちゃらみたいなのがずっと書かれていたりとかして、俺何読んでんだろうこれって思ってくるんですけど、その辺がねベートマンのすげえところなわけですけれども、その中でもですね殺人の描写が非常に淡々としているというのが特徴としてあります。普通殺人シーンってドラマチックに書くじゃないですかね。例えばカバンの中からナイフを取り出すとかいうシーンももっとドラマチックにナイフを取り出してこのドラマチックに殺人って犯すものだと思うんですけれども、当たり前のように殺人を描写してるんですね、この小説は。なんていうかハンバーガー屋さんに行ってハンバーガーを食べました、包みを開けてコーラを飲んでハンバーガーを一口食べてっていうのと同じような感じで殺人の描写が書かれているんで、この辺が非常にですね面白いというか興味深いというか、そんな感じの書き方、よくこんなに殺人の描写を淡々と書けるねという感じの書き方をしていて、面白いなというふうに思いますね。だからこの辺殺人の描写が結構原作では淡々としてるんで、それを映画ではねやっぱどうしてもしょうがないっちゃしょうがないわけですけれども、ちょっとドラマチックにね音楽とかも盛り上げたりしてドラマチックに殺人の描写を描いてしまっていたんで、その辺はちょっと原作の雰囲気とは多少違うかなという感じが、しないでもないですけれども、ただ映画はね非常に原作を比較的忠実に再現しているというか、そんな感じがあってね、映画は映画で、よくできているかなというふうには思いますけれども、一応原作ではそんな描写がありますよということをご紹介しました。ということで本編に入っていきますけれども、一番最初ね血かなと思いきやソースだったというなかなか面白い描写から始まるわけですけれど、一番最初のレストランのシーンですね、冒頭のレストランのシーン、あそこにはもう全てが詰まっていると言ってもいいかなというふうに思います。一番最初ウェイターの人がね料理の説明をしているわけですね。本日のパスタはイカスミのラビオリ、付け合わせはルッコラのシーザーサラダ、メインはメカジキのミートローフ、カマウズラのレアローストにスイバのタンバル、ウサギのグリル香草ポテト和え以下リフレインということで、これがずっと続いていろんなテーブルで続いていくということが描かれているわけですね。ここ非常に象徴的なシーンかなというふうに思います。みんなが同じ店に行ってみんなが同じものを食べているわけですね。しかもこれ見ればわかると思うんですけれども、なんだかよくわからないんですよ。なんだかよくわからないものをみんなが食べているわけです。ありがたがって。このキャプチャーの画像あると思いますけれども、理解してなさそうですよね、お客さんたち。水馬のタンバルって一体何ですかみたいな。よくわからないんですけれども、みたいなね、感じのことを思いながらこうみんな聞いてるわけです。ラビオリってなんだっけとか。みんなね、自分が何を食ってるか分かってないんです。ウェイターも何を言ってるのか分かってないんです。ウェイター自身も自分が何を言ってるか分かっていません。お客さんも何を聞いてるのか分かっていません。で、料理が運ばれてきて食べるわけですけれども、自分が何を食べてるかも、これがうまいかどうかもあんま関係ないんです。そういったレストランというのがここに出てくるレストランですね。これは、まずブランド志向というものが一つありますよね。この映画全体に流れるテーマとしてブランド志向というものがあります。それと個性の創出というものもこの映画のテーマとして掲げられているんじゃないかなというふうに思います。このレストランに個性というものはないですよね。みんなが同じものをありがたがって食べるという、レストランなわけですよ。これをですね、僕は今回ですね、思考のトップダウンというふうに名付けました。もうとにかくみんながいいと言っているものをいいということにして、いいと思っているものをいいとして食べるみたいな、そういったことですね。自分がいいと思っているからこの店に行くんじゃなくて、みんながいいと言っているものがいいものなんだというこの考えですね。この考えに基づいてみんなはこのレストランに行ってこの食事をしているということが、この一番最初のレストランのシーンには描写されているんじゃないかなと思います。ですね、社会が成長すると個性は失われていくというのはよく言われることなわけですね。これネットの拾い物の画像ですけれども、1974年の入社式と現在の入社式の違いですね。74年はみんな自分のね思い思いのスーツを着て入社式に臨んでいるわけですけれども、今はもう全員同じですね。個性というものはありません。なるべく目立たないようにしようというかそんな感じがあるわけですよね。74年の入社式はみんなこれがいいあれがいい私はこれにしようとか、やってたわけですけれども、
この辺の個性の喪失というものは、社会が成長するとこういう風になってくるんだよというのはよく言われることですけれども、これは別にですね、今に始まったことではなくて昔からそうなんですね。これ昔の絵があると思いますけれども、ヨーロッパでもそうだし日本でもそうですね。みんな同じもの着てますよね。これはその時代において社会が成長しきった頃というふうに考えていいと思うんですけれども、大体みんなね同じものを着出すんですよ。個性っていうのがどんどんなくなってくるわけですね。でもそのみんなが同じものを着ている中にあって少しずつ個性を出していきたいというふうに思うわけですね。だからそういう部分で例えばタキシードをこっちのヨーロッパのねこの絵の人たちは着ていますけれども、タキシードの形はみんな一緒、色も全員一緒ねだけど、例えばカフスは各々違うものをつけているとか、このポケットチーフのこの柄がちょっとだけ違うとか、靴の先端の縫い目の部分がちょっと違うとか、その程度の部分で個性を出そうと努力したりするわけですね。例えば江戸時代もみんな同じような着物を着てるんだけど、その裏地に柄を入れるとかいうのが流行ったりするわけですよ。通常は見えないけどちょっと裾がめくれるとなんだかおしゃれな派手なものが書かれていて、その見えない部分でおしゃれをするのがいいのさみたいな。他には根付けとかね、そういったものをちょっとつけてそこのセンスで競うみたいな。全体的に見れば、遠目で見れば全員同じなんですけれども、近くで見るとなんかちょっとだけ違って、そこのちょっと違う部分で他人と競い合うみたいなね。江戸時代とかね、どんどん地方から東京というか江戸に人間が集まってきましたよね。で、しばらくね、地方から来た人が江戸で生活をしていくとですね、何ヶ月何年かかかっていくとですね、だんだん近所の人たち、仲間衆からですね、垢抜けてきたねとか言われるわけですね。この垢抜けてきた、語源的には垢抜けてきたっていうのは、江戸はね、すごく砂が多いんで、この服とか体にすごく砂がつくんですよね。だから江戸子たちはみんな毎日風呂に入るということをするわけです。ジャリジャリして気持ち悪いから。ということから転じて、田舎でダサい格好をしていた人たちが江戸にやってきて、だんだん小綺麗になってくるというか、着るもののセンスが良くなってくるというか、今まで田舎でね適当なもので着ていたんじゃなくて、江戸っぽいおしゃれな着物を着るようになってきたとか、そういったことをね、髪型とかそういったものも含めてですね、そういったことを垢抜けるというわけですけれども、これも一緒なわけです。田舎にいた時はおしゃれをするっていう余裕もなかったっていうところもあるけど、そんなにこだわってないというか、着るものなんか着れればいいやと思ってたりとか、または自分の好きなものを着ていたわけですね。でもその人たちは江戸に出稼ぎにやってきたりするとですね、周りに合わせるようになるわけですよ。あれ、今まで俺はこの派手な着物がかっこいいと思って田舎では着ていたんだけど、江戸に来たらみんななんかシックだぞとやっぱ黒がおしゃれなのかなとかみんな思ってくるわけです。そうするとお金を稼いでですね、次買う着物はちょっとみんなと同じような着物買おうとか、だんだんそうなってくるわけですね。そうすると周りの人たちからみんなですね、洗練されてきたね、垢抜けてきたねとか言われるわけですよ。これですね。これはどこでも起こることだし、今現在でも起こるし、昔でも起こるんですけれども、この個性が失われていって周りに合わせようとするというこの心理ですね。それが現代病というか、そういった部分なのかななんて思ったりするわけです。そういったところですね。これも現在も全く同じだし、かつてもそうだったということなわけです。これはもう現代病というふうに言っていいんじゃないかなと思いますね。で、80年代から90年代っていうのがこの映画の舞台なわけですけれども、この80年代90年代はですね、それが富裕層の間で非常に流行していたということを表しているわけですね、この映画は。アメリカンサイコ見てればわかると思うんですけれども、大体みんな同じような格好をして見分けがつかない感じになってるわけですよ。そういうのが流行りというか、そうなってくるわけです。個性をあまり表に出しすぎないものがかっこいいみたいなね感じがあるわけですよ。で、今現在もそれは
当然あって、しかも80年代90年代はそれが富裕層の間で行われていたんですけれども、今現在はそれが一般層にまで広がっているわけですね。なんでかっていうと、これは完全に SNS の影響だと思います。 SNS だ、このアメリカンサイコの当時はですね、富裕層の間でああやってサロンみたいなところに行ってですね、全員で情報交換をするわけですね。それによってみんなが同じものを好んでいくという状況が生まれていたわけですけれども、今はそれが富裕層のサロンみたいなものが SNS になっていって、一般層にも広がっているという状況なわけですよ。だからみんな同じような服を着て同じような感じになっていくというところがあるわけですね。一つ流行ったらみんなそれに飛びつくとかね、タピオカミルクティーがいいって言ったらもうみんなそれに行くとか、別にタピオカが本当に好きだからとか美味しいからっていうよりも、タピオカに並んでいる自分、タピオカミルクティーを手に持っている自分とか、それがステータスになってくるわけですね。だからこの映画の中でも一緒です。あそこのレストランに行くことがいいとか、そういったことですよね。で、例えばタピオカミルクティーでもいいんですけれども、白いたい焼きでもいいんですけど、古いなんていうの、みんなが手に取りやすい流行っていうのが今一般層に広がっているわけですけど、この一般層の中でみんなが似たような雰囲気で生活しているんですけど、その中でも個性は出したいというふうになるわけですよね。で、その個性っていうのが何かっていうと、あの人よりもいいものを手に入れることなわけですね。例えばタピオカミルクティーだとしたらですね、別にタピオカミルクティーじゃなくてもいいんだよ。一番最近だと何ですか、よくわかんないけどだからその場合、なんていうの、流行に乗り遅れている人はですね、タピオカミルクティーだけを楽しんでればいいんですけれども、さらに最先端に行こうとするトレンドのこの頂点にいるような人は、あそこの店のとかなるわけですよ。あれか、生ドーナツでもいいよね。あそこの店のとか、この店のあそこの店舗のみたいなところでマウントを取り始めるわけですよ。それが、現代病ですどうでもいいじゃんみたいな、そういった部分ですよね。それを競い合っているよというのが、この映画のこの個性が失われているねというシーンで言えることなんじゃないかなと思いますよ。冒頭のシーンについてはちょっとまだまだここが本当に結構肝なんでね、まだ続きます。嫌なレストランだ、女が好むタイプだなというセリフがありますよね。もちろんこの女が好むタイプっていう女っていうのは港区女子的なそういう人たちのことを指してこのセリフは言われているわけですけれども、これは完全に女性蔑視、男尊女卑ということを表現しているわけですけれども、もちろんですね、彼らが社会に出て表立ってこんなことを言うわけじゃないわけですね。これは仲間内だけの会話として、女が好むタイプの店だなとか言っているわけです。これもブランド志向とかと同じでですね、認識を仲間内で共有するためのあえての悪口ということなわけですね。秘密の共有に近い感じですね。秘密って仲間内で共有すると結束が高まるんで、それと同じような感じで悪口を言い合う、共通する悪口を言い合うっていうことが仲間の結束を固めるわけですね。みんなドラッグをやってるわけですけれども、それも同じです。秘密の共有をすると、仲間意識を高めるためにこうやってやっているわけですね。とは言ってもですね、実際に彼らが本心では女性蔑視をしていないんだということではなく実際に彼らにとって女性というのは蔑視する対象でしかないし、穴でしかないというところはあるんじゃないかなというふうに思います。で、次、どうシアで予約をすればいいんだっていうと、どうシアはベイトマンが取り損なったのさみたいな会話がありますよね。どうシアというレストランがあるわけですけれども、ここは非常に予約の取れないレストランなわけですね。ここで食事をするというのが彼らにとっての今現在の最高のステータスということになっています。なんでドーシアで食事をすることが最高のステータスなのかというと、金を出すだけでは予約が取れないからですね。ドーシアで予約をするにはですね、コネとか運とか、そういったものが必要になってくるわけですよ。それが彼らにはないわけですね。ドーシアにコネがないということが非常に惨めだなということをここでは言っているわけです。わかりますよね。ドーシアが美味しいから行きたいんじゃないんですよ。ドーシアが流行ってるから行きたいんです。で、その流行ってるドーシアにはコネがないといけないんです。だからそのコネがない自分たちが惨めだという会話を今ここではしているわけですね。
という会話をしていると、向こうの席にポール・アレンがいるぞという話になるわけですね。ポール・アレンがなんと向こうの席でなんか誰かと話して飯を食ってるな、一体誰なんだあれは、みたいな感じのことを言っているわけですね。ポール・アレンというのはこの彼らベイトマンたちと同じヤッピー仲間ではあるんですけれども、実力は頭一つ抜けていて、彼らヤッピー仲間の中では珍しくちゃんと仕事をしている人物なんですね。彼らはですね、このベイトマンたちの仲間っていうのは全員副社長です。要するに社長の息子なわけですね。だから仕事なんか別にしなくたっていい立場なんですけれども、ポール・アレンはなんと同じ立場なのにもかかわらず仕事をしているんですね。だからポール・アレンだけなんかちょっと頭一つ抜けてるんです。腹立つなということになるわけですね。俺たちと同じように仕事なんかしないでただだべって一日を過ごせよ、何仕事してんだよみたいな感じで、ちょっと仲間外れというか、そんな感じになるわけです。しかもポール・アレンはユダヤ人なわけですね。俺たちと違うなと、ムカつくみたいな感じになるわけです。俺らはですね、ポール・アレン以外の俺らは仲間だからみんな平等に仕事をしないで日々を過ごしているのに、あいつだけ何なんだよと、ユダヤ人だしみたいなね感じですよ。もう完全に目の上の単行部というか、非常にポール・アレンのことはみんなが苦々しく思っているというところがあるわけですよね。ということで、ベイトマンの仲間というのは一体どういったものを指すのかというとですね、まず親が金持ちであるということですね。というか経営者ですね。特にこの証券会社の経営者とか、そういった金融関連の会社の経営者が親なんだというところがまず一つで、自分はその副社長の位置にいるというのが仲間内ですよね。で、白人、男で、キリスト教徒で、高学歴で、ブランド志向、ドラッグをやる会社にはコネ入社であるというところも結構重要なポイントです。コネ入社って日本だとなんか嫌われるイメージがありますけれども、コネ入社っていうのは非常に重要なポイントですからね。コネがあるっていうのはこの上流社会というかこの上の、ね、立場の人からするとコネがあることが一番重要なポイントですから、別に実力で頑張って勉強して入社してその半沢直樹的なそのなんつうの実力でのし上がっていくっていうのもすごいんですけれども、それよりもコネの方が大事なわけですね。例えば慶応大学っていうか大学じゃなくて慶応幼稚舎からどのエスカレーターで慶応大派閥みたいのがありますけれども、あそこって何のためにお金持ちがみんな慶応に自分の子供を入れるかって言ったら、コネを作るために慶応に入れるわけですからね。子供の頃から友達が例えばあの会社の社長の息子とか、この財閥の、財閥って今あれですけれどもの息子とか、あの偉人の息子とか、この歴史上の人物の息子とか孫とか、そういった人たちがクラスにいっぱいいるわけですよね。そのクラスにいた方が将来絶対に、便利だからみんな慶応に金持ちは自分の子供を入れるわけです。コネのために入れるわけですね。で、このコネのために学校に入れるっていうことは間違いでもないし、なんつうの、嫌なことでもないし、そういうふうに思うのは僕ら貧乏人のひがみっていうだけであって、コネが大事なんです。だからコネ入社をしているってことがこの彼らにとっても非常に重要なポイントになるわけですね。お前何一般入社で入ったのみたいな。それじゃダメでしょみたいな。俺らとは違うよねみたいなね。そんな感じのところがあるわけですね。だからコネ入社というのも非常に重要なポイントになってきます。仲間としてね。で、当然エリート意識が高いということもあって、さらに先民思想というものが非常に重要になってきます。彼らの仲間としてはね。先民思想っていうのは、ここで言うのは、先民思想といえばユダヤ人なんですけれども、ユダヤ人っていうのはね、ユダヤ人だけが将来、天国に行けますよっていうユダヤ教っていうのを持ってるわけですけれども、そういった先民思想とはちょっと違って、このエスノセントリズムとかいうわけですけれども、自分の民族中心主義というか、自分の民族っていうとまたちょっと幅が広すぎるんですけど、ここでいう先民思想っていうのは、自分たちと同じような境遇のエリートたちは他のやつらとは違うんだという先民思想ですね。ここで言うのはね、そういう意識をすごく高く持っている人たちというのが、ベイトマンの仲間ということになるわけですよ。というこれらのことが、冒頭のレストランを見ていると分かるよねということです。冒頭のレストランのシーンっていうのは、彼らヤッピーの生態紹介ということに、なっているんじゃないかなというふうに思いますよ。非常に分かりやすくこの映画の主人公たちの
性格性質というものを表現されているかなという感じですね。でついでにもう一つ言うとですね、レストランの次にこのベイトマンの自宅が出てくるわけですけれども、ここにレミゼのポスターが貼ってあるわけですね。レ・ミゼラブル、レミゼのポスターが貼ってあります。当然ですね、僕はもうレミゼ大好きですけれども、当然ベイトマンがですね、レミゼの内容に感動して素晴らしいミュージカルだったポスターを買って貼ろうというふうにやっているというわけがないと、思いますよね。レミゼって、放題だと無常なんですけれども、直訳するとですね、社会の底辺の人たちとか、哀れなる者たちという感じのタイトルなわけですね。要するにレミゼ、見た人は分かると思いますけれども、本当に社会的に世間的に時代的に虐げられた人たちがどん底から這い上がろうとするというお話、惨めな人たちのお話なわけですね。そんなものにベイトマンが共感するわけないですよね。ベイトマンは最初から持っている人間なんで、レミゼの登場人物は全員持たざる者なわけですね。全く境遇が違うわけです、ベイトマンとレミゼの人たちは。で、レミゼに出てくる彼らの人生というものをベイトマンは自分の人生と比較してですね、常に優越感に浸るためにポスターを貼っているんだというふうに僕は思います。だからレミゼのポスターはトイレに貼ってあるんです。いつもトイレおしっこをしながらですね、レミゼのポスター、これね、かわいいコゼットがいますけどね、なー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 ってね、歌を歌いながらコゼットが歩いているシーンが目に浮かびますけれどもコゼットに向かってベイトマンはおしっこをしているわけですね。クズがって言いながらそういうのを表現して、レミゼのポスターはトイレに貼ってあるというふうに考えていいんじゃないかなと思いますよ。決してベイトマンはレミゼに感動はしません。さて、ベイトマンはですね、非常に美しい体の持ち主ということですね。素晴らしいですね。彼は非常にストイックに肉体美を保とうとして毎日努力をしているわけですね。なんとかして努力なしであの体を手に入れたいと思うんですけれども、努力しないとダメなのか、めんどくせえなーと、努力はしない方向でなんとかね、欲しいなと思うんですけれども、なんでベイトマンはこんなにもストイックなのかというと、それはもうベイトマンが超ナルシストだからですよね。3P シーンがありますけど、この映画の中でその 3P シーンでね、ベイトマンは鏡に映った自分をこう見ながら腰を振るというね俺にはそんなことはできねえわという感じがあるんですけれども、さすがだなというシーンが出てきますよね。あの辺はね、やっぱ超ナルシストだなというふうに思うんですけれども、ベイトマンっていうのはですね、ナルシストであり、さらに自己愛性パーソナリティ障害という部分が、確実にあるというふうに思います。なんかまたね、お前の動画サイコロジー的な話かよとなるんですけれども、しょうがないですね。アメリカンサイコっつってんだから、もうサイコロジー的話になっていくのはしょうがないわけですけれども、ベイトマンは自己愛性パーソナリティ障害ということは確実だというふうに思います。で、その前にナルシストの話ですけれども、ベイトマンはですね、ちょっと通常みんな多少ナルシストな部分はあってですね、ナルシストな部分はあった方が多分健康にもいいとは思うんですけれども、過度にナルシストになってくるとですね、あまりこの社会的によろしくないということになってくるわけですね。当然過度なナルシストというのは利己主義となってくるわけですね。利己主義っていうのは自分中心主義ということですね。利己主義になってしまうとですね、他人を愛せなくなってくるし、共感力がなくなって空虚感や退屈に心が支配されて、過剰に権力を求めるようになってきてしまうということがあるわけですね。これが非常に過度な、病的なというか、そういうナルシストの人が陥りやすい傾向ということになるわけですね。非常にこの特徴、ベイトマンっぽいなというふうに思いますよね。完全にこの過度なナルシストの特徴をベイトマンは備えているだろうというふうに言えると思います。ということで、もう一つ自己愛性パーソナリティ障害という部分がベイトマンにはあると思うんですけれども、ここで突然
皆さんに出題します。あなたは大丈夫？自己愛性パーソナリティ障害診断ということで、これから僕がですね9つの質問をしますんで、それに当てはまるかどうか丸か×かで答えていってください。いいですか？まず1つ目、古代的感覚、要するに自己評価が非常に高いというふうに自分が当てはまると思ったら丸、当てはまらなかったら×というふうにしてください。2番目、空想にとらわれることが多い。空想にとらわれるというのはどういうことかというと、その妄想をするとかそういったことっていうよりも、この非常にブランド志向だったりマニアックなものへの飽くなき探求心があったりとか、そういうことですね。例えば T シャツね、ユニクロで T シャツ3000円で買うのと、グッチの T シャツ2万5000円の T シャツを買うっていうのと同じ布だぜと堂本光一君も言ってましたけど、布だぜみたいな、感じの感覚がない人、ユニクロの T シャツでもグッチの T シャツでも同じじゃんというか、ユニクロでいいじゃんと思えるか、それともグッチじゃなきゃダメだとか、エルメスじゃなきゃ何でもいいんですけれども、そのファストファッションは嫌だ、何でもかんでもゴミ出しに行くのでも最低でも2万円以上する T シャツは着なきゃいけないという感じとか、例えば非常にマニアックなもうどうでもいいものね、こだわりを持ったりするわけですね。そういった空想、そのなんていうの、神話というか、その必要がないのに携帯が新しく出たらそれにすぐ飛びつくとかね、必要があるんだったらいいんですけど、そうじゃないのにそっちのこのブランド神話というか、そういったものに過剰に反応してしまうというところがあるという人は丸ですね。次、自分は特別である、または特別な自分がいる場所は特別であるべきだというふうに考えている人、こういう人は丸をつけてください。自分は特別である、俺は矢沢だぜみたいな、感じの特別だというふうに自分のことを思っている、または特別な自分がいる場所は特別であるべき。要するに、すいません、ちょっと今回ビジネスホテルしかちょっと取れなくて、他が全部ホテルが埋まってしまっていて本当に申し訳ないんですけど、ちょっと今回ちょっとビジネスホテルでね、本当にシングルの本当に狭いとここしかもう空いてなかったんで申し訳ございません、お願いしますって言うと、俺はいいけど矢沢はなんて言うかなみたいなねことがあるじゃないですか。それ別に矢沢永吉のことを僕はバカにしてるんじゃないですよ。分かりやすい例として、ちょっと言ってるだけですけれども、そういった自分は特別だ、または特別な自分はここにいるべきだというふうに考えるということですね。フードコートになんて行けねえよってことですよ。例えばね、ファーストクラスのラウンジが今日はちょっとなんか工事中で閉まっていてすいません入れませんみたいな感じになって、フードコートでご飯食べてくださいって言われると、は？俺がフードコートで飯食うのみたいなねそういうふうに思うかどうかですね。次、過剰な賛美を求める。これはそのままですね。そういうことが自分の中にあるかどうか、すごいですねって言われないと気が済まないという人は丸ですね。特権意識がある、特別扱いを求める、こういったことが自分の中にあると思ったら丸ですね。で、相手を不当に利用する、自分の目的のために相手を利用することを何とも思わないという人、そういう人も丸。共感性の欠如というものが自分の中にあるかなというふうに思うと丸ですね。分かるとかいうふうに思ってるやつ、本当に分かってるっていうふうに思っちゃうみたいな、そんなとこですね。で、他人に嫉妬する、または自分はみんなに嫉妬されていると思い込む、こういった傾向があるかどうかですね。そして尊大で傲慢な態度を常にとっているという傾向があるかどうか、これら9つの質問の中でですね、皆さん今丸×つけましたかね。この中で5つ以上当てはまればあなたは自己愛性パーソナリティ障害ということになっております。これはもう完全にそういう診断があってそういう風になっているわけですね。どうでしたでしょうか。そしてこの質問を見た感じ、ベイトマンはほぼ全てに当てはまるなという感じがありますよね。ベイトマンは自己愛性パーソナリティ障害で間違いないというところはあるんじゃないかなというふうに思いますね。ちなみに自己愛性パーソナリティ障害の人はですね、うつ病っぽくなったりするくせにうつ病っぽくなったりするくせに体を鍛えたり美容にこだわったりする傾向があるわけですね。だから僕はそうなんで、うつ病なんですってムキムキの体をしてテカテカの顔でですね、髪の毛もぴっちりもうまとめて完璧に
床屋さんとかもしょっちゅう2週間に一遍行ってるんじゃないかみたいなね、完璧でシワのない服を着てパリッとして僕うつ病なんですとか言うわけですね。俺の知ってるうつ病ってなんかそういう感じじゃないんですけどみたいな感じになるんですけれども、自己愛性パーソナリティ障害の人はそういうすごく健康そうなしっかりしてそうな見た目してるのにそういう精神的な病を抱えているということになったりするんですね。大変ですねとなりますね。このパーソナリティ障害という、人格障害ということですけれども、パーソナリティ障害というのはですね、考え方とか行動が一般的なその他大勢の人間とは違ってしまうから困っちゃうという病気なわけですね。何度も言ってますけど、僕の動画の中ではね、人間は群れで生活する生き物なんで、群れの大多数の人とは違う行動を取ってしまう人間というのはですね、排除されてしまうわけですね、社会から。いじめの対象になったりとか、グループから出てきなさいと言われたりしてしまうわけです。それはもうしょうがないわけです。人間は群れの生活をする生き物ですから。だから野生の猫みたいに一人だけで、群れを作らずに行動すれば別にパーソナリティ障害なんかどうでもいいんですけれども、群れで生活する分にははみ出る人っていうのは非常に困っちゃう存在なんで、なるべくみんなと同じようになりましょうというのが、治療ということになるわけですけれども、このパーソナリティ障害というのはですね、大きく分けて3つの群に分けることができるわけですね。A 群、B 群、C 群というふうにあるわけですね。A 群というのは奇妙で風変わりという特徴を持った群ということになります。これに該当するパーソナリティ障害は妄想性パーソナリティ障害とか、シゾイドとか、シゾイドっていうのはちょっとなんていうかな、感情が表に出づらいというか、精神分裂病みたいな感じの、傾向があるのをシゾイドと言ったりするわけですね。シゾイドパーソナリティ障害とかいうわけですね。それともう一つ統合失調症ですね。こういったものが A 群になります。で B 群は演技的感情的移り気というのが、特徴となって出てくるパーソナリティ障害ですね。これは反社会性パーソナリティ障害、いわゆるサイコパスですね。これが B 群に入ります。それとか境界性パーソナリティ障害、演技性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害、これらが B 群のパーソナリティ障害ですね。で C 群は不安で内向的ということですね。回避性パーソナリティ障害、依存性パーソナリティ障害、強迫性パーソナリティ障害ということになります。でさっきも言ったようにですね、ベイトマンが当てはまるのはこの自己愛性パーソナリティ障害、 B 群の自己愛性パーソナリティ障害に当てはまると思うんですけれども、みんなが一番大好きなというか気になるし、このアメリカンサイコっていう映画を見ればね、きっとベイトマンはこうなんだろうというふうに思うと思うんですけれど、この反社会性パーソナリティ障害ですね、いわゆるサイコパスについてですけれども、このサイコパスだろうとベイトマンはあんないっぱい人ばっかり殺してるやつはサイコパスだというふうに思うと思うんですけれども、サイコパスというのはどういった特徴なのかというと、倫理観とか道徳観というのが非常に薄くてですね、社会の規範とかモラルを守ろうという気がなくて、他人を傷つけたり殺したりしても罪悪感を持たない障害ということで、僕がよく言うサイコパスの特徴の一番分かりやすいのは、サイコパスは宇宙人みたいな人ですということですね。人間、僕ら地球人の常識とは違うところに生きている宇宙人的な人、それがサイコパスなわけですね。人間とは違う、地球人とは違う感覚を持っているんで、この倫理観とか道徳観が全く僕らとは違うわけです。基本的な道徳観とか倫理観っていうのは、日本に住んでようがアメリカに住んでようがロシアに住んでようがアフリカだろうが、どこでも人間、地球人だったら大体同じなんですよ。でもサイコパスというのはですね、この僕らの考えているものとかけ離れたこの常識というか考え方を持っているんで、恐ろしいなとなるわけですけれども、じゃあ果たしてこのパトリック・ベイトマンはですね、サイコパスなのかどうかということを考えてみたいなというふうに思います。それではですね、ベイトマンは一体サイコパスなのかどうなのか、サイコパス診断ということで、皆さんも自分はサイコパスなのかどうなのか知りたい方は丸×でつけていってください。まず逮捕の対象となる行為を繰り返し行うことに示されるように法律を軽視する傾向があるという人は丸ですね。次、
繰り返し嘘をついたり偽名を使ったり個人的利益や快楽のために他者を言いくるめたりすることに示されるように詐欺的である。衝動的に行動し前もって計画を立てない。繰り返し体を使った喧嘩を始めたり他者を攻撃したりすることにより示されるように怒りやすかったり攻撃的であったりする。自分や他者の安全を向こう見ずに軽視する。別の仕事のあてもなく仕事を辞めたり請求書の支払いをしなかったりすることに示されるように一貫して無責任な行動をとる。他者を傷つけたり虐待したりすることに対し無頓着であったりそのような行為を合理化したりすることに示されるように後悔の念が欠如している。以上ですね。この質問に対して3つ以上当てはまると、それは反社会性パーソナリティ障害、サイコパスというふうに診断されるというふうになります。では、この中でベイトマンはどれに当てはまるのかというとですね、まず、逮捕の対象となる行為を繰り返し行うことに示されるように法律を軽視する。これは完全に当てはまりますよね。法律を軽視しているから連続殺人を行っているということになるわけですから、これには当てはまります。それと、衝動的に行動し前もって計画を立てないということに関しては、三角かなという感じがありますね。例えばホームレスの殺害がありましたよね。あれに関しては、衝動的かなという感じはありますけど、その他の殺人、あとクランベリージュース事件ですか。あれも衝動的かなという感じがありますけれども、そうじゃない、計画的な殺人もたくさんあるんで、このあたりが三角かなというふうに思います。その他は当てはまらないと思いますね。例えば一番最後の後悔の念が欠如しているというものに関しては全く当てはまりませんよね。映画の最後ですごく後悔をして自分のやったことに告白をして自分はもう終わりだダメなんだとこの衝動を抑えられないとかあとは秘書の寺院に対して君は今日は帰った方がいいと言ったりとか、しているわけでこの辺は全く当てはまりませんよね。自分や他者の安全を向こう見ずに軽視するっていうところもちょっと当てはまらないし仕事を辞めたりするっていうところも当てはまらないし繰り返し喧嘩をするとかそういったところも当てはまらないし嘘をついて詐欺的っていうところもあまり当てはまらないのかなという感じがしますね。つまりベイトマンはこの診断結果 1.5 個となってですねサイコパスではないんじゃないかというふうに言えるんじゃないかと思いますね。サイコパス診断っていうふうにやるとよくあるのがですねこれか。例えば、ある家で一家殺害事件が起きた。若い夫婦とその子供の遺体はダイニングで発見された。捜査の結果、犯行後、犯人は1日以上この家に滞在していたことが判明した。犯人は一体何のためにこの家に留まっていたと思いますか？で、考えて答えさせて、サイコパスの答えは一家団らんの死体を眺め楽しむため。こう答えたらあなたはサイコパスですみたいなそういったのよくあるんですけどそれは人それぞれだろうというところがありますんで、こういったのは別にサイコパス診断とかそういったことにはならないですよね。当てはまったらサイコパスとか書いてありますけれども、それは別に人それぞれだろうという感じはあると思います。今僕がやったサイコパス診断、反社会性パーソナリティ障害診断というのはそういうもう心理学会というかそういったものの中で基準があるわけですね。それに当てはめてこの僕の今回の質問はされているんでということになっております。ということでベイトマンはサイコパスではないというふうに言えるんじゃないかなと思いますね。自己愛性パーソナリティ障害はあるけどで、ナルシストではあるんですけれどもサイコパスではないというふうにはっきり言っていいんじゃないかなというふうに思いますね。しかしですね、ベイトマンは向精神薬を常用しているという場面が出てきます。しかも処方薬なわけですね。原作の中だと数種類薬を飲んでいます。映画の中だと種類がいろんな種類飲んでるのか1個だけなのかちょっとよくわからないですけれども処方薬をねベイトマンは飲んでいるということでつまりこれは精神科に通院しているということになりますよね。その辺の売人から買っているとかじゃなくて病院から処方されているということですね。ベイトマンが飲んでいる薬が何なのかはわからないですけれども例えばですね作中にベイトマンではない人が飲んでいる
薬の一例としてザナックスという薬が登場してくるわけですね。ザナックスはアメリカの商品名なんですけど、日本名ではゾラナックスという名前で売られている、処方されている薬ですね。このザナックスという薬はですね、抗精神薬なんですけれども、副作用として錯乱、興奮、認知障害、攻撃性というものが現れることが、あるというふうに言われている薬ですね。ザナックスというのはベンゾジアゼピン系、ベンゾ系というふうに言う抗不安薬であって、アルプラゾラムというのが薬なんですね。それのアメリカの商品名がザナックスということになります。で、この薬はですね、いわゆるギャバ系というふうに言われているやつ、ギャバっていうのはね、結構売ってますけれども、その辺のコンビニとかでも売ってますけれども、いわゆるダウナー系ドラッグのようなタイプということですね。アルコールとかと同じ仲間であるということです。MGS でメタルギアソリッドでスナイパーウルフ戦とかで手の振動を抑えるためにジアゼパムという精神薬を服用すると手の震えが収まって阻撃がしやすくなるっていうのが出てくるんですけど、これはベンゾ系の抗精神薬と抗不安薬ということになります。ということで、ここまでベイトマンの性質というか、そういったものを喋ってきたわけですけれども、この映画のもう一つの側面ですね、物質主義ということに関してちょっとお話ししたいなというふうに思います。物質主義と精神病の関係についてということですね。このアメリカンサイコという映画の中ではですね、登場人物たちがもう競って流行りの高級レストランで食事をするというシーンが出てきますよね。もうとにかくレストランの予約をしなきゃダメだと。予約をしないと入れないお店にしか行きたくないっていう感じがあるわけですけれども、でもですね、映画を見て気づいた方いますか？そのレストランの食事の味については誰一人口にしていないということなんですね。美味しいかまずいかはどうでもいいわけですね。あの店が美味しいから苦労して予約を取ってご飯を食べに行くんじゃないんです。彼らは流行りのレストランだから予約を取ってそこにわざわざ食べに行くわけですね。美味しいからじゃないんです。流行ってるから食べに行くんです。いろんなブランド物を揃えるのも同じだし、 CD のうんちくとかも全部同じなんですけれども、資本主義なわけですね。この世の中っていうか、別に資本主義じゃないところもありますけれども、資本主義の神話というのがあってですね、資本主義神話の行き着く先は物質主義であって、幸福というのは所有物であり、所有物が富であるということになってくるわけですね。いいものをたくさん持っていることが幸福であり、幸せであり、財産で富であるということになってくるわけです。ただこれに関してですね、皆さんもなんとなくね、心の中でそう感じている人もいると思うし、そういうものがあるからこそ最近はミニマリストとかもね、出てきているわけですね。それはもう正直資本主義神話のカウンターカルチャー的なものだと思うんですけれども、この心の中に物で溢れた自分の部屋とかそういったものを見たとしても、そこまで心が満たされないとか、だから何とか、次へ次へっていう欲求ばっかり膨らんでいって、あまり幸せを感じないみたいなところがあったりするわけですね。これは経済学者のですね、ティボール・シトフスキーさんという人が言っていることだということなんですけれども、物質主義的傾向のある人ほど自分自身の人生に満足をしていないという傾向があるんだというわけですね。しかもこの物質主義的傾向のある人ほどうつ病とか、ナルシシズムとか、妄想症などの深刻な心理的問題に、相関関係があるということがこの人は言っているわけですね。物質主義で、とにかく物を集めるのが趣味なんだとか、ただ自分の好きなものを集めるんじゃなくて、しかも良いとされているものを集めるとかね、そういった妄想的思考ですね。要するに本当に自分が好きで集めてるんだったらまだいいんですけれども、本当に自分が好きかどうかわからないけど、これが世の中で良いとされているからそれをとにかく使わなきゃいけないというふうに、もう心の中で焦ってしまっている人たちというのは人生に満足はできないわけですね。欲求が完成するということがないですから、次に次に早くね、自分が新しいものを手に入れたとしても流行はすぐまたやってくるわけですね。そしたらまたそれを
手に入れなきゃいけないというこの心の焦りみたいのがずっと永遠に続くわけです。ブータンっていう国がありますよね。日本が大好きな王子様がいたでおなじみのブータンですけれども、ブータンってかつて世界で一番幸せな国だというふうに言われて、幸福度ランキング常に1位みたいなねところがあったんですけれども、なんとこのブータンですね、2019年の段階で95位まで下がってしまいました。世界一幸せだったにもかかわらずですよ。95位まで下がって、これ以降2019年以降ランキング外ということで、ランキングにもう全く入ってこない、幸せな国になってしまったわけですね。幸せ度数が非常に下がったわけです。ブータンは世界一幸せだったのに。なんでなのかというと、原因はおそらくネット社会になってですね、みんなスマホを持って他国のいろんなものを見てですね、自分の国と比較して、おい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 と、俺たちの国全然幸せじゃねえじゃんっていうふうに思ったんですね。ブータンっていうのは、はっきり言って別に先進国でもないし、物で満たされている生活をしている人たちがいっぱいいるから幸せだったわけじゃないんですよ。むしろ世界のそういうハイテクとかそういったものを知らないで、このある意味閉鎖された世界の中で昔ながらのこの農耕民族みたいな感じで、毎日が生きていれば幸せとか、今日も美味しいご飯が食べれた幸せとか、そういったことを感じていたからこそ幸せな国だったんですけれども、他の国と比べてですね、スマホが手に入ったことによって、ちょっと待てと、インターネットとか多機能テレビ、パソコン、数百万画素のカメラ、コーヒーとか車とか、そういったものを持ってないぞ俺たち、全然幸せじゃねえじゃんっていうふうに思って、どんどん幸せランキングが下がっていってしまったわけですね。幸せランキングっていうのは自分が自分の国のことを幸せと思うかどうかですから、それが下がっていってしまって、現在ではランキング外になってしまっているわけですね。ブータン、かつては世界一幸せだったのに、世界を知ったら幸せじゃなくなってしまいましたということになるわけです。これも資本主義神話というふうに言えると思います。物質主義神話というか、そんなところですよね。結局所有物がたくさんあることイコール幸せとみんな思うわけです。ブータンの人もそう思ったんです。それまでブータンは何も持ってないことが幸せだと思っていたんだけど、自分以外の人がみんな持ってるっていうことを知ると、持ってない自分は幸せじゃないと思ってしまうわけですね。これが現代病ということになってくるんじゃないかなと思います。心が寂しくなってくるというか、そういったところですよね。これをこの映画は示しているわけですね。とにかくブランド名を羅列するわけですね。ファイトクラブとかもそうだったじゃないですか。すべてのね、一番最初のシーンで主人公の僕がすべての家具をこの IKEA で揃えるのが僕の夢なんだとか言って、 IKEA のなんたらでこれを買ってとか、1回分のこれを使ってとか、ホテル暮らしではこうやってとか、そういったこの物質主義的商品名の羅列みたいなことがファイトクラブでもやっていたんですけれども、これもそうですよね。とにかくブランド物を羅列して、これを持っている、これを使っているということが素晴らしいことなんだ、幸せなことなんだと思い込もうとしていて、幸せがずっと逃げていくというか、つかめないというか、そういった生活をしているというのがこの現代社会なんだよという虚しさですね。これが現代社会の抱える精神病だみたいな、そういったことをこの映画では示している部分がこういったところにあるんじゃないかなというふうに思うわけです。ということで、個性の喪失その2、一番最初のところでね、72年の入社式と現在の入社式の違いのところで個性の喪失の話ちょっとしましたけれど、その2です。ポール・アレンとこのサロンみたいなところでお話ししているところですね。みんなが集まってね、お話ししているところ。マーカス、いいネクタイだな、元気かというふうにベイトマンに向かってポール・アレンが言いました。で、アレンは僕のことをマーカスのアホと間違えている。同じ P&P の社員だし、スーツも同じバレンチノだし、オリバー・ピープルのメガネも同じ。床屋も同じだ。髪型は僕が上だが。というふうに、心の中でベイトマンは言っているわけですね。ベイトマンのことを見ながら、ベイトマンだと思わずにマーカスだと勘違いしているというシーンが出てくるわけです。そして、その後出てくる伝説の名刺バトルのシーンですね。名刺をみんなで出し合ってどっちの方がいいとか、そんな話をしているわけですけれども、これは個性の喪失の
象徴としてこの名詞バトルが出てきているわけですね。はっきり言ってどれも同じだし、どうでもいいわけです。どっちの方が優れているとか、どっちの書体の方がいいとか、どっちの紙質がいいとか、どうでもいいわけです。はっきり言って本当にどうでもいいんです。こんなね、くだらない、ただの紙、ただの四角い紙ですよ。こんな名詞のこんなものにですね、勝ち負けなんて本来存在しないんです。わかりますよね。これは、金持ちたちってこんな名詞一つにこだわるんだ、すげえというシーンじゃなくて、バカじゃねえのっていうシーンなわけですね。この名詞バトルにですね、ゴールはあるのかというふうに考えるともうないわけですね。不毛なんです。名詞バトルというのはもう本当に不毛な争いを彼らはしているんだというシーンなわけですね。これがさっきの経済学者のティボール・シトフスキーさん曰くですね、喜びのない経済というのがこういうところに象徴されていて、これこそが現代病なんだよというふうに言っているわけですね。江戸時代の粋というのも同じっちゃ同じなわけです。みんな同じ格好をして街歩いてるけど、裏にちらっと見えるこの着物の裏側、裏地のおしゃれさを競うとか、根付けのちょっとした小物で競うとか、そういったことをしているわけですね。不毛なんです。もうあれですよ。ポルノグラフィティも歌ってましたよね。みんながチェック入れてる限定の君の腕時計はデジタル仕様。それって僕のより早く進むって本当かい、ただ壊れてるって言ってましたけど、それも一緒です。みんながチェックしてる限定の腕時計だろうが、ドンキで売っている1000円の腕時計だろうが一緒なんです。時間の進み方はどっちでも同じ時間を見れるんですね。それと同じですよ。だから何っていうことなんですけれども、それが現代病ということになるわけですね。くだらないですよね。普通の布に別に底がそうしているっていうわけじゃないですけれども、例えばユニクロの無地の2000円の T シャツにですね、シュプリームっていうロゴをアイロンプリントでつければ、それが15,000円になったりするわけですよ。例えばの話ですよ。そんなもんです。それがこの現代病としてあるよねということをこの映画は言っているわけですね。個性が失われているというのがこの映画の中に一つ出てくるテーマなんですけれども、個性の喪失というのがね、あそこのサロンのシーン見ても、誰が誰だかよくわからんっていう感じにも作ってるっちゃ作ってると思うんですけれども、みんな同じ髪型で同じスーツというか、全員が違うスーツなんですけど、普通に見たら同じスーツだしね、ロゴを見ないとどこのスーツでどういうスーツなのかなんてわからないわけです。見た目は一緒なんです。大事なのはこの襟にあるメーカー名、ブランド名に何が書いてあるかが大事で、見た目なんか全部同じだよねみたいな、そういったこの個性の喪失、そういったところがテーマになっているわけですけれども、この映画の中でですね、ベイトマンはしょっちゅう人に間違われるわけですね。顧問弁護士、ラストに出てくるんですけれども、顧問弁護士なのにベイトマンの顔がわからないというシーンもありますよね。シーンはどんな会話をしていたのかというと、もうラストのシーンになりますけれども、顧問弁護士のハロルドがね、その前の日にね、ベイトマンがハロルドに対して告白をしたわけですね。俺が全部殺したんだ。これまで40人ぐらい殺してる。ポール・アレンを殺したのも私だ。みたいなことを告白したわけですね。で、次の日ハロルドに出会ったんで、いや、ハロルド、昨日の留守電聞いてくれたかいというふうにベイトマンが言うと、ハロルドはこう言うわけですね。あ、そうだったのかと。アレンを殺したのはベイトマンだというジョークは君だったのか、デイビスっていうわけですね。シンシアは元気かい？だが、ベイトマンじゃダメだ。彼は退屈すぎる。話にならないよ。っていうふうに言うわけですね。ハロルドは顧問弁護士なのにもかかわらず、ベイトマンのことをデイビスだと勘違いしているわけですね。するとベイトマンは、待て、僕がアレンを殺したんだ。僕はベイトマンだ。と言うと、ハロルドは、ありえない。私は10日前、ロンドンで2回もアレンと食事をしたんだぞって言って、まさかとなるわけですね。ベイトマンはこれ以外にもですね、しょっちゅう間違われるわけです。まず最初の方に出てくるクリスマスパーティーで、ベイトマンはマクロイという人と間違われているというシーンがあります。いや、マクロイとか言われているわけですね。パトリック・ベイトマンなのに。でも、ベイトマンはハーイとか言ってるわけですね。あと、ポール・アレンにマーカスと間違われるということをしています。
それと顧問弁護士のハロルドにデイビスというふうに間違えられるということがありますよね。これはつまりですね、個性の喪失ということもあるんですけれども、みんなですね、誰が誰だかなんかどうでもいいと思っているというところもあるわけですね。で、ベイトマン自身も恋人のコートニーに対してですね、タバコ吸うのかというふうに驚いて質問をするというのがあったわけですね。でも彼女は別におそらくですね、これまでタバコを吸うことを隠していたわけではないんですね。で、これまで何度もおそらくベイトマンの前でタバコを吸っていたんです、コートニーは。にもかかわらずベイトマンはコートニーがタバコを吸うことを知らなかったんですね。知らなかったんじゃなくて、これは気づいてなかったんです。何回も何回もコートニーはベイトマンの前でタバコを吸っていたけど、ベイトマンはコートニーがタバコを吸うことに気づいていなかったんですね。それと同じことがこのベイトマンはいろんな人に間違われるということにつながっているんですけれども、この世界ですね、みんな外見しか見ていない、表層的な部分しか見ていないということをここでは表現されているわけです。みんななんとなくで生きているんだということですね。ベイトマンにとってコートニーは穴でしかないんで、タバコ吸うなんて全然知らなかったよってなるわけです。これ多分ですね、次にコートニーと出会ってコートニーがタバコを吸っているところを見た時もですね、ベイトマンは同じように、お、君ってタバコ吸うんだっけって言うと思いますよ。興味ないかなそういうことなわけですね。この顔がわからない、勘違いされるというのは、そういう外見と中身の違いというものを誰も認識していないということを表現しているわけです。ベイトマンの殺害のシーンについては、ベイトマンはね、何かむしゃくしゃしたりすると誰かを殺すということをしているわけですね。それで例えばホームレスを殺した時は名刺バトルの後に殺したとかいろいろあるわけですけれども、ポール・アレンのことはポール・アレンがムカつくから殺すとかいろいろねあったわけですけれども、一番分かりづらいのは秘書のジーンがなんで殺されそうになったのかですけれども、あれは秘書のジーンがドーシアに行きたいと言ったからムカついて殺そうと思ったというところがあったわけですね。ただその中でですね、一番最初に殺害のシーンが出てくるホームレスのシーンで、その殺害後ですね、ベイトマンはこう言っていましたよね。自分でもなぜかわからないが、僕の中で恐ろしいことが起きている。夜だけでなく昼も血に飢えるようになり、人を殺したいという衝動に駆られる。正気の仮面が剥がれつつあるらしいというふうに言っていました。で顧問弁護士のハロルドへの留守電もあって、罪の告白があって、ジーンへの電話もあるわけで、この辺りからね考えると、ベイトマンは罪の意識というのを十分に持っていて、サイコパスには当たらないということがはっきりと言えるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、じゃあベイトマンはサイコパスではないけど連続殺人を行っていて、それは自己愛性パーソナリティ障害が原因でベイトマンは連続殺人を行っているのかというとですね、それもまたちょっと違うということになるわけですね。ベイトマンはおそらく他にも精神病を患っているんだろうということになるわけです。ちょっと今回僕の動画の中では殺人シーンについてはあまり喋んないですけれども、殺人シーンはただね、そういうのをショッキングに、見て楽しめばいいかなというふうに思います。重要なのはベイトマンの心の中、ニューヨークというかアメリカというか全世界もそうなんですけれども、先進国が抱えている現代病というものが重要なポイントになるんで、ちょっと殺人シーンのショッキングさというのは見て楽しめばそれで OK という感じですね。ではベイトマンは他にどんな病気を患っているのかということについてですね。夜ですね、 ATM からお金を引き出そうとすると、捨て猫を入れろというふうに急に表示されて、捨て猫をカードを差し込むところに入れようとするというシーンが出てくるわけですけれども、ベイトマンはですね、統合失調症を患っているというふうに考えていいと思います。統合失調症というのは幻覚とか幻聴とか、そういったものが見える病気なわけですけれども、統合失調症による幻覚妄想によってベイトマンは自分はシリアルキラーだと思い込んでいるただの男ということが映画の後半で明らかになるわけですね。実際殺人というのは行われていなかったわけです。全てベイトマンの心の中の妄想だったということが映画の最後に明らかになります。ポール・アレンの部屋の死体がなくなっていて、どういうことだとベイトマンが焦るというシーンがあるわけですね。あれもですね、実際ポール・アレンの部屋かどうかも何とも言えないし、
ポール・アレン自体が、生きているんだよというふうに言われているのもですね、全てベイトマンの妄想だったからということなわけですね。殺人事件なんて本当はなかったんだ、全部ベイトマンの妄想だったんだということになるわけです。じゃあベイトマンがやっていたのはじゃあ何だったのかというとですね、彼がやっていたのはお絵描きだけなわけですね。ベイトマンは何かむしゃくしゃするとお絵描きをしてですね、そのお絵描きで自分の心を発散していたわけです。それをベイトマン自身は本当にやったと思い込んでいたというか、間違えていたというか、そういったことをしていたというのがこの映画のオチということになるわけですね。本作はですね、人間の中身と外見、中身と外身というのは全く別物なんだよということを表現した映画なわけですね。ベイトマンが統合失調症なんだという設定にしたのはですね、見た目と中身の違いを分かりやすく表現できるのが統合失調症だからというところがあると思います。統合失調症っていうのはね、実は特別な病気じゃなくて、誰でもかかりうる病気なんですね。僕だろうが、あなただろうがですね、明日急に統合失調症になる可能性もあるわけです。風邪ひいたとか、そういったことと同じように統合失調症ってなるんですね。結構、しょっちゅうなる病気のようです。僕はかかったことないと思いますけれども、多分ね。よくある病気なわけですね。それを象徴しているのが、この秘書の寺院が見つけた落書きの部分ですけれども、ベイトマンのこの手帳ですね、非常に高価な手帳でしょう。革張りで、黒くて、たかだかスケジュールを書き込むためだけのノートにもかかわらず、これおそらく12,000円ぐらいしそうな感じのスケジュール帳ですよね。12,000円ぐらいしそうなスケジュール帳に追加料金5,000円を出して PB パトリック・ベイトマンというふうにわざわざイニシャルを印刷してそれを使っているわけです。このノートおそらく17,000円です。スケジュールを書くだけですよ。スケジュールを書くだけで17,000円のノートを買ってですね、で100円のボールペンでも書けるものをおそらく20万円の万年筆でそこにスケジュールを書いているわけですね。というのがベイトマンの外見なんです。すごく綺麗で豪華で高そうなスケジュール帳。でもその中身はこんなだったわけですね。まさかこのおしゃれで洗練されたスケジュール帳の中身にこんな下品な絵が、落書きが満載に描かれているなんて誰も思わないですよね。これがベイトマンなわけです。で、これが人間なんです。で、ベイトマンには友人がたくさんいるわけですね。ヤッピー仲間がたくさんいるわけですけれども、でも現代の人間関係っていうのは非常に希薄で、ベイトマンなのかマーカスなのか区別がつかないぐらい、友達関係、友人関係、顧問弁護士にもかかわらず相手が誰なのか名刺を差し出してもらわないとわからないというような現代だから、外見は綺麗で中身はぐちゃぐちゃだということに気づく友人なんてどこにもいないわけですね。これが現代なんです。これがこの映画の、言いたいことというかテーマとなってきているわけですね。ということにベイトマンが気づいたんです。そこに出てくるのがテレビのロナルド・レーガンのスピーチです。テレビでロナルド・レーガンがお話ししているのはですね、イランコントラ事件について話していたわけですね。イランコントラ事件というのは何かというとですね、もう簡単に言うとレバノンでアメリカ人が拉致されたわけですね。で、このことを受けてですね、このアメリカ人を救出しなきゃいけないというふうになった政府はですね、当時アメリカと敵対していたイランと極秘裏に交渉をしたわけですね。つまりそのイランはアメリカ人を拉致したグループとこのつてがあったわけですね。だからイランを通じてアメリカ人自国民救出ということを交渉しようということになったわけです。自国民を救うために国としては敵対していたイランと交渉をしました。その交渉というのはイランに武器を提供しますと、売りますと、アメリカの最新鋭の武器をイランに売ります。だからアメリカ人を救出する手伝いをしてくれと、情報をくれとか、そういったことを裏取引したわけですね。当時イランはですね、イラクと戦争をしていました。で、アメリカはイランを敵対していてイラクを支援していたんですね。だからこの自分の仲間と敵対しているイランに武器を提供するということをアメリカは極秘にしていたわけです。で、これが当然ですね、大きな問題となるということになったわけですね。さらにアメリカはですね、アメリカ人自国民を救出するために
裏取引をしたイランに売った兵器のお金を使って、それを反米新ソ連、新キューバが進んでいるアメリカの裏庭であるニカラグアで活動している反政府組織のコントラという組織にですね、お金を渡していたんですね。ということをレーガン政権はですね、議会の承認なしに裏でこっそり秘密で行っていたんです。これに猛烈な批判を受けている。で、それの釈明の記者会見を今やっているというのをテレビで見ているということになるわけですね。これは要するにアメリカの表の顔と裏の顔が露見した事件というふうに言っていいと思います。アメリカの表の顔裏の顔が出る事件っていっぱいありますけれどもちょうどこの時期が、この映画の時期がこれだったってことですけれども、こういう事件があったわけですね。で、この映像がここで使われているというのが非常に重要なポイントになってくるわけですよ。ヤッピー仲間のマクダーモットがそのテレビを見ながら言っていましたよね。見ろよ、悪気のない年寄りのふりして中身は、というふうに言うわけですね。するとベイトマンのモノローグが入ります。中身は関係ない。障壁はなくなった。抑制の効かなさ、異常な精神、獰猛さ、悪、数々の暴力と全くの無差別意識。それら全てを僕は乗り越えた。普段の鋭い痛み、他人の幸せなど望まない。それどころか僕の痛みを他人に負わせたい。誰も逃がさない。これを認めたところで浄化などない。罰は僕を回避し続ける。自分への洞察を深めることもない。物語ったところで新たな洞察はない。告白は意味を持たなかった。というモノローグで映画は終了ということになるわけですね。難しいですけれども、要するにこれはですね、ベイトマンは自分は安全圏にいるんだということを確信したということを言っているんじゃないかなというふうに思います。ベイトマンはですね、今までの自分の行った殺人行為というものが全て妄想だったんだということが分かったんだと思います。で、どんなに恐ろしい暴力とか、悪魔的な行為とか、そういったものを心の中でしても、それは何の罪でもないし、誰かに咎められるものでもないよねということをベイトマンは再確認したというか、そんな感じのところがあるわけですよね。で、自分の心の中にはこんなに恐ろしいものがあるんだよということを誰かに告白しても、誰もベイトマン、僕自身に関心などないんだと。みんなが関心があるのは自分の外見だけ。綺麗な想定の手帳の外見だけがみんなが関心のあるもので、手帳の中身なんて誰にも興味ないんだということを、ベイトマンは分かったよということを言っているわけですね。で、それは誰でも一緒なんだろうみたいな、そういったことですよね。大量消費社会である現代はですね、もう毎日のように新製品が発売されて、専門家がそれに対してあれこれと批評をしてですね、ランク付けをして、正解の商品はこれですということが公表されてですね、それが売れて品薄になって手に入れることができた人だけが偉いというふうにされるのが今現在ということになります。これは何でもそうです。高級品だろうが、ブランド品だろうが、安物だろうが、何でもかんでもみんな一つの商品に殺到するんです。それが現在です。で、売り切れとか、しばらく商品店舗に並びませんとか、そういうことをするわけですね。商品の中身をですね、自ら自分で観察をして洞察をしてその答えを導き出すなんていう人はですね、もはやどこにもいないんです。全員誰かの受け売りでその中身を見ているだけなんですね。自分でいいと思って買うんじゃなくて、誰かがいいって言ってるから、じゃあそれがいいっていう風になるわけですね。お店で売れてますっていうポップ出せばそれが売れるんです。ベイトマンはですね、非常にもう音楽への知識、ポップスですけれども、そういったね、音楽への知識というのもすごく圧倒されるぐらいうんちくがあるわけですけれども、それもですね、おそらく音楽雑誌とかの誰かが書いた専門家の受け売りなんですね。ベイトマンが自ら考えてそれを称賛しているわけではないんです。誰かがそう言っていたものを受け売りで言っているだけなんですね。レストラン選びとか美への追求とか、スーツのこだわりとか、そういったものもですね、すべて権威のある誰かがいいと言ってたからいいというふうに思っているに過ぎないわけですね。今の時代というのはですね、いいものを見極める力が必要なのではなくて、権力がいいと言ったものをどれだけ数多く知っているかという情報力が自分のステータスを高めるという時代なわけです。
で、それはですね、物だけに限らず、友人、知人、そういった人にもそれは当てはまるわけですね。誰もあなたの中身なんて見てくれていません。あなたの外観だけを見て、住んでいるアパート、住んでいるマンションの家賃、乗っている車、着ている服、バッグ、アクセサリー、喋り方、勤めている会社、役職、恋人の顔、旦那さんのステータス、子供が通っている学校のランク、そういったもので皆さんの友人の人たちもあなたのことを見ているわけです。あなたの心の中なんて、中身なんて誰も気にしてないんですね。それが現代病だよ、アメリカが抱えている精神病だよということをこの映画は言っているわけですね。で、これは20年前30年前のこの映画の時代だけじゃなくて、昔からそうだし今現在もそうなんだよということをこの映画は言っているし、僕は最後にそういうふうに言って今回の動画独自解説は終わりにしたいというふうに思います。難しい原作でしたけれども、よく映像化したなというふうに思います。それではアメリカンサイコの独自解説でした。ありがとうございました。ということで、アメリカンサイコでした。この映画は本当に殺人シーンが衝撃的で、このクライムコメディというか、ね、そんな感じもあって、特にチェーンソーのシーンとかはすげえなっていうかね、なんか、笑っていいのかどうなのかよくわからん。全裸でずっと走り回るパトリック・ベイトマン君はね、非常に面白いなと思ったりはするわけですけれども。その殺人シーンだけ見て、やっぱサイコパスだというふうに思うのは間違いだし、あと、ラストね、全てがベイトマンの妄想だったのかどうなのかというところに関しては、二つ見方できるなとは思います。関心のないね、人に関心のない社会だから、殺人が本当に起こっていたとしても、それは適当に片付けてなかったことにしているとか、そういったこともあり得るかもしれないというふうに思ったりもできますけど、それだと多分ちょっと意味がよくわかんなくなってくるんで、警察も殺して、パトカーを爆発炎上させて、ヘリコプターでまで追われているのに何事もないなんてことはありえないですしね。だから分かりやすく猫を入れてくださいっていう風に出た ATM はよくやったなっていう感じがしますよね。あれがあるとないではだいぶ映画の意味が変わってきちゃうというか、ベイトマン自身のね、心理、精神的なものの見方っていうのがだいぶ変わってきちゃうんで、あのシーンは本当に入ってて大正解だったなというふうに思いますよね。だからベイトマンが言っていた、もともとは夜だけで衝動的なことが起こっていたのがだんだん昼間にも起こるようになってきたというところに、スケジュール帳があるんじゃないかなというふうに思いますね。おそらくベイトマンの家を家宅捜索すればですね、もっといろんなああいう落書きというかそういったものが出てくるんだろうというふうに思います。で、本来は家の中だけで夜発散していたものが仕事中にね、あそこの手帳に書くみたいな、そういったところがだんだん出てきて、それでベイトマン自身が心で焦っているというか、そんな感じだったんだろうと思いますね。だから一番最初はね、右隅あたりにちっちゃくなんか女の人が泣き叫んでるというか、そんな感じのイラストがちっちゃく一つあったのが、徐々に増えて、後ろに行くと増えていくっていう感じになっていたのが、それが昔は夜だけだったのにだんだん昼間もっていうことで仕事中に書き始めたとか、そういった部分が出ているのかなというふうに思います。で、探偵についてはあまり関係ないんじゃないかなというふうに思いますね。本当にただ警察が動くような案件じゃないっていうふうにキンボールさんね、あれですよ、ウィリアム・デフォーですからね、最近急にヨルゴス・ランティモスファミリーとして大活躍になったウィリアム・デフォー、ここで登場していましたけれども、警察が動くような案件じゃないっていうのは本当に多分その通りだったんだろうというふうに思いますね。ただ単にポール・アレンは海外に旅行に行っていただけだったんだろうということですね。で、ポール・アレンのイギリス旅行とベイトマンの狂言旅行というか、それが奇妙に一致しているという部分でおやって思ったりはするんですけれども、そのあたりもなんかわかんないですけど、噂でポール・アレンはイギリスに行くっていうのを何かで聞いて、例えば酔っ払ったね、二人で話した
あの日とかね、そのあたりで聞いてそれが脳裏に残っていてということかもしれないし、わかんないですけどね。キンボールさん、探偵のキンボールさんもその後全然出てこないんで、何でもなかったですで終わったんでしょうというふうに考えるのがベターかなというふうに思いますね。とにかくこのアメリカンサイコっていうのは本当にこの国というか世界というか、先進国というか、そういったものが抱える、精神病というものを描いた作品で、非常に上手だったなというふうに思いますね。で、タイトルがやっぱアメリカンサイコというタイトルにしたところが一番いい部分かなというふうに思います。これがベイトマンの心とかね、例えばねもう思いつかないけど、そういったこの事件に焦点を当てたタイトルにしちゃうと、ただただベイトマンが変なやつだったで終わっちゃうんですけど、これをアメリカ全体の病だというタイトルにしたところに非常にすごく大きな意味があったかなというふうに思って、その辺が上手だなというふうに思いました。おそらくパトリック・ベイトマンね、トランプが再選して喜んでることでしょうという感じですよ。下手すればトランプタワーに今住んでるかもしれないぐらいのねところもあるかなと思ったりしますけれども、さっきも言いましたけど、その映画の中身について本当に考えるという人は、なかなか今の現代いないわけですね大体みんな誰かの受け売りとか外面というか表層的な部分でこう見て、この映画面白かったねとか、殺人シーンすごかったねとかなっちゃうわけですけど、別にそれでもいいんですけれども、やっぱこの中をいろいろ見ていくっていうのがね、面白いし、僕の動画はそれをずっとやっていて、ちょっとマニアックというか上級者向けというか、僕の動画はねそんな感じがあるかなという感じがしますけれども、今回なんてね、一番目玉である殺人シーンはほぼ触れずにちょっと来ちゃったんであれでしたけれども、殺人シーンはね別に本当にあんま喋ることもないかなっていう感じもあるんであれでしたけれども、その分で、すごくマニアックな動画ですけれども、皆さん今後もぜひよろしくお願いしますということです。ベイトマンはね、中身を誰も見てくれなくて悲しいと言っていましたけど、僕は君の中身ちゃんと見るように頑張ったよということを彼には伝えたいというふうに思います。ということで、お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、Twitter、インスタ、TikTok フォローよろしくお願いいたします。サブチャンネル、LINE スタンプ、そしてメンバーシップ、すぐの裏を知る者たち、こちらもぜひよろしくお願いいたします。今回のね、アメリカンサイコ補習もメンバーシップ用にあるし、同時視聴もメンバーシップの中でやりますんで、一緒に楽しみましょうかね。ぜひアメリカンサイコ一緒に見ましょう。これね、配信だと日本語吹き替えがないんですよね。DVD 借りてくるとあるんですけれどもね、日本語吹き替えなんでないのかね。作ればいいのにね。ネットフリックスとかだと日本語吹き替え必ず入るような感じがするんですけどね、やればいいのにと思いますね。ただ DVD の方の、吹き替え、今回僕も借りてきたんですけれども DVD ね、確かね前見た時吹き替えあったはずだよなと思っていて、でも今回配信で見たら吹き替えが全部なしだったんで、あれと思って DVD 借りたらちゃんと DVD には吹き替えがあったんで、やっぱ吹き替えあったよねと思って見たんですけれども、吹き替えがちょっとあまりクオリティが高くないんでベイトマンはいいんですけどね、ちょっと女の子たちがちょっとあれなんでね、ちょっとあれですけど、でも吹き替えだと脚本的には見やすいかなという感じがあったりしますね。そっちも見てみてくださいということです。字幕もね DVD 版と配信版ではだいぶ字幕も違います。結構その違いを見るのも面白いかなというふうに思ったりしますよ。ということでメンバーシップね、ぜひ皆さん入ってください。よろしくお願いしますそれではアメリカンサイコの独自解説でした。ありがとうございました。皆さんもぜひ精神を落ち着かせてお気をつけくださいね。お散歩に行ったりとか外に出てね、ちょっと気分転換するとか皆さんしてくださいね。よろしくお願いしますみんなで楽しい人生を送りましょうということで、ありがとうございました。皆さんさようなら。さようならちょっと待って、ありがとうございました。それでは皆さんね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。